皆様こんにちは、セリンです。今回はナース、ディオール、シャネル人気スティックハイライトを徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。2026年上半期のベストコスメで数々の1位を受賞した人気スティックハイライト、ナースのライトリフレクティングルミナイジングスティックと、こちらも新作で人気のディオール、スティックハイライトの定番のシャネルの違いについてご質問いただくことが多いので、今回の動画ではそれぞれのハイライトの近いカラーの比較、光り方や質感の違いなどを徹底比較していきます。少しでもハイライト選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介していきます。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。今回比較するのはこちら。ナースライトリフレクティングルミナイジングスティック、ディオールバックステージグラッシーグロースティック、シャネル亡命サンシェル。まずはそれぞれのハイライトのカラーの違いを比較していきます。今回は上半期のベストコスメで数々の1位を受賞したナースの04233を中心にカラーの違いをご紹介していきます。ナースの04233は肌なじみのいいベージュベースにゴールドやピンクの微細パールと微細ラメがたっぷり輝くタイプ。ディオールの中で似ているカラーを比較すると肌なじみのいい明るいピンクの001グレーズドピンクと肌のトーンに近いナチュラルな034グレーズドバブルのちょうど中間あたりの色味です。ナースの方がパールの量が多く光が強い印象です。続いてシャネルのハイライトと比較をすると肌なじみのいいベージュのトランスパラントのベースに淡いパープルのリラの光をプラスしたようなイメージです。ナースとシャネルでは手元で見た印象だとパールの質感などは似ているように感じます。ではここからはそれぞれのハイライトを半眼ずつに塗って質感や光り方の違いを見ていきたいと思います。まず比較するのはナースの04233とディオールの001グレーズドピンクです。まずはこちら側半分にナースを塗っていきます。結構オイルっぽい質感のスティックハイライトなので指に取って目の下からこめかみにかけての C ゾーンに塗っていきます。しっとりしていますが肌なじみが良く、スティックハイライトの中ではベタつきは少なめな印象です。そしてこのハイライトはこんな感じで少量入れるだけでもしっかり光をキャッチして強い光を放ってくれます。テクスチャーは緩すぎないので広範囲に伸び広がるということがなく、ピンポイントにしっかり光をプラスしたい時に使いやすいです。はい、まずはこちら側半分にナーズを塗ってみました。ピンポイントで光るので正面で見るとハイライトなしの方とそこまで大きな違いは感じませんが、顔を動かすとこんな感じできちんと決まった位置から強い光を放つようなツヤを楽しめます。近くで見るとこんな感じです。カラーとしては肌なじみのいいベージュがベースになっているのでとても自然ですが、パールやラメがピンクに光るのでナチュラルな中にも血色感と可愛らしさをプラスしてくれます。オイルっぽいテクスチャーではありますが適度な硬さがあって緩すぎないのでベースメイクが薄まったりよれることもなくて使いやすいです。広範囲に広がりすぎないのでスティックハイライト特有のツヤは出したいけれど全体がテカって見えるのは気になるという方や、これからの暑いシーズンに向けても使いやすいスティックハイライトだなと思います。では反対側にディオールを塗って違いを比較していきます。ディオールも一度指に取ってから塗っていきます。先ほどと同様に目の下からこめかみに向けての C ゾーンに入れていきます。こんな感じでやはりディオールはナースと比較をするとよりしっかりオイル感を感じるしっとりしたタイプのスティックハイライトです。
ただこちらもかなりしっとりしていますが、ベースメイクはよれることなく使いやすいです。ピンクの光が乗った感じがわかりやすいと思います。はい、こちら側にナーズ、反対側にディオールのスティックハイライトを塗ってみました。ディオールのスティックハイライトはカラーごとにパールの量やパールの大きさが異なりますが、今回一番仕上がりのイメージや色味が似ていると感じたものを比較すると、やはりナーズはピンポイントにしっかり強い光を放っているのに対して、ディオールは広範囲にふんわり柔らかい光を放っている感じの違いがわかりやすいんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じです。だいたい同じくらいの位置につけていますが、ディオールは光が広範囲に柔らかく乗っているのに対して、ナーズはこんな感じで、しっかり決まった位置に強い光で立体感を強調させてくれています。そしてカラーについても、やはりこうして比較をすると、ナースもピンクのパールやラメは光りますが、とても自然なのに対して、ディオールはしっかり血色を感じる可愛らしいピンクニュアンスを楽しめます。アップで見るとこんな感じの違いです。そしてテクスチャーにも結構違いがあって、どちらもオイルっぽい質感のスティックという点は共通していますが、ナーズの方が固めでベタつきが少なく、肌にしっかり定着してくれる印象。ディオールの方が緩めで肌をしっかり保湿しながらツヤと潤いを与えてくれるという違いがあります。スティックハイライトを使いたいけれど、摩擦や汗による崩れが気になる方、ピンポイントで光を足してメリハリのある立体的なツヤ肌に仕上げたい方はナーズがおすすめ。スティックハイライトでツヤを出しつつ保湿力も兼ね備えたい方、自然に広がるような光で柔らかい印象のツヤ肌に仕上げたい方はディオールが使いやすいんじゃないかなと思います。続いてはナーズとシャネルを比較していきます。こちら側にはナーズを塗ってある状態なので、反対側にシャネルを塗っていきます。シャネルを指にくるくると取ったら、目の下から C ゾーンに向かって塗っていきます。やはりシャネルは今回比較している3つのハイライトの中で一番オイル感が強くてかなりしっとりしています。あまり強い力を加えすぎてしまうとベースメイクがよれる原因になりやすいので、軽い力でタップして塗っていくのがおすすめです。はい、こちら側にナーズ、反対側にシャネルを塗ってみました。この2つは手元で見た時も中に入っているパールがしっかり光をキャッチして強いツヤ感を作ってくれるところが似ているなと思いましたが、やはり肌の上にのせても同じくらいしっかりした輝きを楽しめます。ただシャネルの方がかなりオイル感が強いテクスチャーなので、先ほどご紹介したディオールのように光が柔らかく拡散される感じもあって、ディオールのベースにナーズの強い輝きをプラスしたような感じなので、光が広がらない分、ナーズの方がよりしっかりピンポイントに強く光を放つ感じを楽しめると思います。近くで見るとこんな感じの違いです。シャネルもしっかり光りつつ、光がふわっと柔らかく拡散されている感じがわかりやすいと思います。手元で見た時はシャネルの方が肌の色に近い印象、ナースの方がピンクのニュアンスが強く感じましたが、肌の上にのせるとそこまで大きな色味の違いは感じにくかったです。アップで見るとこんな感じの違いです。そして最大の違いはテクスチャーで、ナーズは3つの中で一番固めで軽やかなのに対して、シャネルは3つの中で一番しっとりしていて重めのテクスチャーでした。ハイライトとしてはもちろん、保湿用のバームとしても持ち歩きたいという方はシャネルがおすすめです。3種類のスティックハイライトを比較するとこんな感じの違いです。それぞれカラーによってパールやラメが異なりますが、今回比較した3色の中だと一番強く光や輝きを楽しめるのはナーズ、続いてシャネル、一番ナチュラルなのはディオールです。テクスチャーは一番さらりとしているのはナーズ、続いてディオール、一番しっとりしているのはシャネルです。
ではこんな感じで、ナース、ディオール、シャネルの人気スティックハイライトを比較していきました。一見似ているように感じるアイテムですが、細かく比較をすると結構違いがあるので、なりたいイメージや好みの質感に合わせて選ぶのがおすすめかなと思います。少しでもハイライト選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問や、こんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。